ローウォーズファンの皆様、おはようございます。カーク信者のギルドグラビティは、先週末のアスガルドにて、レベル150のボス戦を選択してしまい、もしもレベル150のウシュを倒せなかった場合、週末に一切の報酬をもらえなくなる状況でした。まずいよ、まずいよ。いつもはレベル130のウシュ戦からスタートして、レベル140のウシュまで倒せているんだけど、レベル150のウシュ戦からスタートするのは初めてなんだよね。最悪の結末を予想しながらギルドメイトがウシュと戦うのを見守っていましたが、土曜日の時点では、レベル150のウシュの残り体力が5100万と表示されていたのです。有力メンバーはほとんどすでに攻撃済みで、ウシュに大きなダメージを与えられそうなギルドメイトは残り2人だけという状況で、日曜日を迎えたのです。結果的には、レベル150のウシュを無事に倒すことができて、多くの報酬を手にすることができましたが、ギルドレイドのレベル設定を常にチェックする必要があることを改めて思い知ったのです。危なかった。金曜日から数人のギルドメイトがウシュに勝てるかどうか心配していたけど、カーク信者もドキドキしていたんだよね。さて、ここからが話の本題になります。こちらの画像は、カーク信者のギルドメイトの中で、ウシュに対して最も多くのダメージを与えることができたギルドメイトの一覧になります。これらのギルドメイトは、日々のギルド戦でも活躍しているグラビティの主力メンバーです。今回の動画では、これら6人のギルドメイトがウシュ戦をどのように戦ったのかを分析して、その結果として導き出された一つの結論をお話ししようと思います。まずはピロシキさんの情報を見てみますが、ウシュ戦で最もダメージを与えていたのは、アイザックタンクのチーム編成で、ピロシキさんがウシュに与えたダメージの 82% をアイザックタンクだけで獲得しています。次にアキラさんの情報を見てみると、先ほどのピロシキさんと同様に、アイザックタンクのチーム編成だけでアキラさんがウシュに与えたダメージの 92% を獲得しています。3番目にシフォンケーキさんの情報を見てみますが、彼の場合もアイザックタンクのチーム編成で、ウシュに与えたダメージの 90% を獲得していることがわかります。4番目にデコさんの情報を見てみると、彼の場合もアイザックチームだけでデコさんがウシュに与えたダメージの 83% を稼ぎ出していることがわかります。原88さんの場合も先ほどの4人と同様に、アイザックタンクのチーム編成だけで、原88さんがウシュに与えたダメージの 87% を獲得していて、その他の4つのチーム編成は、わずか 13% しかウシュにダメージを与えられていないことがわかります。最後に丸さんですが、丸さんは、アイザックタンクのチーム編成にヘリオスを採用していました。丸さんはセバスチャンの代わりにヘリオスを登用していますが、丸さんのアイザックチームも彼女がウシュに与えたダメージの 96% を稼ぎ出していたことがわかります。これら6人のギルドメイトのアイザックチームだけを一つの資料にまとめてみると、このようになります。つまり、週末のウシュ戦だけに限定して考えた場合、アイザック、ジュー、ネブラ、セバスチャン、マーサ、アルバスのチーム編成だけを育てた方が、最も効率的に高得点を獲得できるということになるのです。ギルドレイドから得られる資源は多ければ多いほど良いので、週末のボス戦でよりレベルの高いウシュを倒せるギルドが有利だと言えます。そして、週末のギルド戦で、ライバルのギルドよりもレベルの高いウシュを倒すことだけを考えてヒーローを育成するのなら、アイザック、ジュー、ネブラ、セバスチャン、マーサ、アルバスの育成に専念するのが効率的ということが、今回の検証で判明しました。ギルドレイドで好成績を狙うのであれば、25人のヒーローに資源を使って5つのチーム編成を作るよりも、まず最初は、アイザックチームの育成に専念するのがウシュ戦攻略の近道となります。また、この画像が示すように、アイザックチームを育てるだけで、かなりの高得点を狙うことができます。逆に言うと、
アイザックチーム以外のヒーローをどんなに育てても、欧州戦ではそんなに多くのポイントを稼げないということなのです。参考情報として、今回紹介したデータの6人は、いずれもレベル150の欧州としか対戦していないので、欧州のレベルによる難易度の差はありません。ぜひ、今回の動画を視聴者様のギルド内で情報共有されてみてはいかがでしょうか？ちなみに、カーク信者さんの欧州戦はどうだったの？カーク信者が欧州に与えたダメージは、ギルド全体の 1% でした。ギルドマスターとしてもう少し頑張らないとまずいと感じていますが、ギルドメイトから、これと言って文句を言われたことはありません。これも、カーク信者の人望の厚さを証明するエピソードだと思います。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。